ALS の身体から立ち上がるボーダーレスな装いをテーマに、トークパートを収録していきたいと思います。今回のファッションショーに参加されているお二人ですが、まずゲストの方から紹介しますと、With ALS から、武藤正谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてオリー研究所から吉藤健太郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。オリーさんでお願いします。はい、吉藤さんって呼んでさっき言葉詰まりましたね。あれ、オリーさんって吉藤さんって名前だったんだと思いながら、はい、僕はオリーさんのことをオリーさんとしかなんかずっとここ5年ぐらい呼んでないような気がしますが、はい、武藤さんにはあらかじめ聞いたメッセージがあるんで長い文章を多分打ち込んでいただいていると思うんですけれど、そこからまず聞いていきたいかなと思ってるんですが、ALS セーブボイス今使われている多分ものの一つだと思うんですけれど、それのご説明をいただいてもいいですか？一人一人の声は自身の体の大切な個性だと僕は思っています。でも残念ながら多くの患者は ALS という病の進行により自身の声を失ってしまいます。僕自身も2020年の1月に声を失い、辛い思いを経験しました。一人でも多くの仲間たちの声を救いたいと考え、オリー研究所、声ステーション、With ALS の3社で ALS セーブボイスプロジェクトを立ち上げました。僕らが発案し、音声合成プラットフォームと目を使った意思伝達装置を連結させて、自分の声で話し続けることができるサービスを開発しました。クラウドファンディングによって2019年に実現し、今ではたくさんの仲間たちが自分の声でコミュニケーションを続けています。なるほど。で、もう一個、今着てらっしゃる服、今回のファッションのポイントですが、M1 じゃなくて何ジャケットだっけこれ？ちょっと今MA1 だよね。そう、MA1 そうだからこれ用の MA1 ジャケットなんだと思うんですけれど、MA1 ジャケットのブランドも武藤さんやられてるんですよね、多分。なんでこれの01っていうジャケットの説明もしていただけると嬉しいなと思います。はい。そうだ、ロングの MA1 なんだ。昔 MA1 はロング MA1 ですね。なるほどね。すべての人が快適にかっこよく着られる服を届けたいという思いで、01ボーダーレスウェアというブランドをやっています。今回のランウェイのために新作アイテムを制作してスタイリングしました。ありがとうございます。今年リリースした僕とアンドロップの楽曲エブリワンチャレンジャーの世界観を表現して新作フラワーアートをフラワーアーティスト東誠さんと制作しプリントした作品です。このロング MA1 は01ボーダーレスウェアを象徴するアパレルとして仕上げました。リバーシブルで着用できるだけでなく、車椅子走行中やトイレに行く際には、マジックテープで簡単にハーフ丈にできるユニバーサルデザインになっています。また、両腕のメッセージプリントには、リフレクターシートを使用することで、夜道でも自分の存在を相手に知らせることができるように光を反射する工夫を施しました。その他にも僕らのブランドにはマグネットで着脱できるスウェット素材のノーカラージャケットなど機能性にこだわったアイテムを展開しています。なるほどな。ちなみにリフレクトプリンメッセージプリントのリフレクトは内側ですか？MA1 のリバーシブルのジャケットの今のルックの内側に入ってるってことでいいんですかね。はい。そうか、なるほど、素晴らしい。で、あと、ちなみにこの、今読み上げている、音声認識のプラットフォーム
ALS セーブボイスの方をオリさんの方からはいもうちょい補足の説明をいただきたいなと思うんですけれど、はいはい、わかりました。多分視線入力を使ってるところをやられてるんですよね。そうですね。うちは視線入力をやっていて、声ステーションさんは東芝デジタルソリューションズさんがやっているプロジェクトで、自分の声を残しておくと、東芝さんずっとやってた技術なんですけど、もともと私がやっているのは今武藤さんがメディアを使って入力しているこの織姫愛というね、このぬるぬる動いてるちょっと見慣れないインターフェースだと思うんですけど。これよく ALS の患者さんが普段から使っている透明の文字盤を目の前にかざして動かすっていうのをよくやってた、はいこれを模した動きをしてみようっていうふうなことでいろいろやってるうちに、これが一番使いやすいものだと。なるほどな。いうじゃあそれの、形で今選択は親指でされてて、そういやこれいくつかモードがあるんですよ、はいいくつかモードがあって今は武藤さんの場合は視線で画面をスクロールして真ん中に来たものを、左手に今小さなスイッチを持ってもらっていて、でそれを押すと入力されると。なるほど。武藤さんはじめいろんな、結構全国の ALS の患者さんに使ってもらってるんですけど、はいそこからいろいろ声が上がってくるので、スイッチだけじゃなくてね、いろんなもので入力できるようになっている。非常に面白い。なるほこの視線と指先スイッチ使ってますね。声のテンションも変わりますよ。どな。ああ、なるほど。これちょっと多少高めのテンションで、ああ、多少高めのテンション。ああ、面白い。一応じゃあ悲しい声で喋ってみて。この視線と指先スイッチ使ってま悲しいすね。声になった。めっ声のちゃ面白い。テンションも変わりますよ。本当だ。今までこういう伝達装置でテンションコントロールできるやつがなかったんですよ。ああ、これはじゃあなんだっけ、声ステーション声ステーションさん。ああそうですそうです。すごいよくできてる。結構いいですよね。結構いい結構いい。冗談とか言うとね、すごい真面目に取られちゃったりとか。確かに確かに。そう怒ってるのかギャグで言ってるのかわかんない。わかんないですよねよくあって誤解されてましたからね。確かに。うん。ちなみに吉藤さんは、はいオリーさんはオリーさんですよ。オリーさんはあれですよね、こういう視線入力装置を、はい例えば他の方とかにも、供給されてらっしゃるから、はいいろんな ALS の患者さん見られると思うんですけれど、うん僕は武藤さんが ALS の活動を始めた時に、なんかこれ ALS 業界ちょっと変わるなって思ったんですけれど、はい最近どうですか？なんかここ5年ぐらいで何か変化ありますか？ AL 協会だけじゃないですけどね、はいでもやっぱりデザインっていうものとかかっこいいっていうもの、福祉イコール今までってどっちかなんかこうイメージあるかもしれませんけど、こう淡いイメージとか、なんか水色のものが多かったりとか、なんかタオルとか巻かれてそうな感じとかね。それはそれでなんかこう汚れが目立ちやすいとかっていう理由はあるっていうふうに説明はされてるんですけど、やっぱりそれでも本人たちは、俺は赤が好きだとか、もうちょっと刺激的な色が好きだっていうふうなものっていう選択肢がなかったっていうところで、最近はもう車椅子のデザインもそうですし、はいファッションもそうですけど出始めてますよね。うんだからかなり外に行く時もしっかりそのメイクであったりとかをはい気をつけて、それゆえになんかこうメイクしなきゃいけなくなったっていう逆の面倒くささはあるらしいんですけどなるほどね患者という言い訳が効かなくなったみたいな。ああ、なるほどなるほど、やっぱ業界全体ここなんだろう5、6年7年ぐらいでだいぶ変わりましたよね。いやめちゃくちゃ変わりましたね。本当に僕はいいことだとずっと思ってるんですけど、本当そう思ってます。ちなみに普通の服だとハーフ丈にするっていうのがなかなかできないと思うんですけれど、やっぱ車椅子使って例えばお手洗いとか行く時とかって長さが短くするっていうのはすごい大切なことなんですか？そのスペシャル MA1 ロングだけど変えるっていうのはやっぱり介護者など着せてくれる人への思いやりですね。なるほどな。僕自身 ALS の進行によって一人で着れる服なんて一つもありません。なるほど。だからこそ少しでもクリエイティブ面で工夫を凝らして介護者も着させやすい洋服作りは意識するようになりましたね。ストレッチ性の高い素材にこだわったり、マグネットやマジックテープなど着脱しやすいデザインにしています。今日のランウェイのアウターもアイデアの起点は実は昔お手洗いの場面で丈の長いアウターを僕が着ていて、介護者がすごく大変そうだったことがあったんです。そこからハーフ丈に簡単に可変できるとみんな楽になるのではと思ったんですよね。なるほかっこよさを追求しつつも思いやりのあるデザインをこれからも大切にしていきます。どな。なるほどね。ちなみに本編でお話しいただく内容で文字数の中に語りきれない部分があればっていうインタビューがありまして、IVDJ とか楽曲の制作とかその辺のお話も聞きたいなと思うんですけれど。
僕は IVDJ という音楽や映像による表現活動を行っています。メガネ型のウェアラブルデバイスを活用して、様々な電子機器をコントロールできるアプリケーションを開発してプレイしています。現在は様々なアーティストとコラボレーションし、視線入力による作詞など、オリジナル楽曲の制作に挑戦しています。なるほどな。まあなんか武藤さんが最初どっちでしたっけ？ DJ でしたっけ？ VJ でしたっけ？最初は DJ。最初 DJ か。DJ やりだした時も面白かったし、VJ やりだした時も面白かったですね。だからなんかまあなんだろう、目線でメディアアートやるとかだとなんか海外に例えばアイライターとか、2010年代前半とかのメディアアート結構たくさんあるけれど、やっぱりなんだろう、武藤さんの身体性の中から出てくる表現をこう電子技術によって変換して出してくるところってのは非常に面白いですね。憧れる人がいるのもよくわかる気がする。視線入力の精度上がると、もっと表現広がりますよ。確かに視線入力で今入れてるそうか精度ってあれか、50音の文字を今ぐらいの2秒間に1文字ずつぐらい打ってるから、2バイトを1秒2バイトぐらいってことですよね。そうですね。このフラワーのプリントも視線のイラストレーターデザインなんですよ。へえ。視線でイラストレーターの上に書いてってことですか？どうやってやってるんだろう。視線入力で写真をコラージュしているんですよね。なるほど。へえ。じゃあ視線入力でどの写真やるか選んだりとか合わせたりとかするってことですね。すごい。はい。なるほど。なんかこのファッションショー自体は、要は身体って多様でいいよねとか、どんな身体であろうが、身体は身体だよねっていう、例えばロボットでも別にいいじゃないですか、別に体の一部が他の機械に置き換わってても、それは身体だし、あと目線から広がる身体性もあれば、言葉から出てくる身体性でもあって、ファッションってもっと本来多様なものであってもいいと思うんですけれど、で武藤さんからこの ALS によってどうこの身体的な自由が奪われて、それによってどういうそこから感じて今活動に至るようなメッセージっていうのがあればいただきたいなと思います。ALS によってどれだけ身体的自由が奪われようと、自分らしいライフスタイルを諦めず、可能性を追求し続ける限り、僕らの体は多様に拡張していけると信じています。僕はテクノロジーを自分らしく身にまとうことで、失った体の保管にとどまらず、拡張までしていけると考えています。例えば、このトランスフォームする車椅子になったことで、ALS だろうと、僕は誰よりも速く走り、昔より自由自在に立ち上がりながら、視線入力で DJ として音楽をプレイしています。この声だってそうです。視線入力した言葉を、昔の僕の声を元に作った音声合成で発話しています。近い将来、クロスリンガルという技術が確立されれば、僕のこの声で多言語で話し出せる日が来るかもしれません。僕は昨日までの自分の限界を超える挑戦に挑み続けてます。保管を超えて拡張する体の未来を目指していきます。はい、ありがとうございます。ある意味では視線入力で全てやってるっていうのはコンピューター越しに世界に入ってるのとはあんまり変わらないので、なんかインフラが優れれば優れるほど武藤さんのできる挑戦が広がっていくっていうのは非常に面白いことだと思いますし、そこにね周囲の人たちがこう参加して、ある種武藤さんを一つのプラットフォームにして新しいことをやっていくっていうのは非常に面白いので、なんかこれからもその活動をみんなで見ていければなと思いますし、今回のファッションショーも非常に美しい服と美しい身体、あと車輪がね水を分けていく様子がやっぱすげえかっこよかったので、ああいうところも見て本当に面白かったと思います。というわけで、最後に一言あれば。
また面白いことやりましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。というわけで、今日のゲストお二人来ていただきましたが、ありがとうございました。ありがとうございました。